おはようございます。今回は2024年10月中旬に浅間山エリアを歩いた時の動画です。高峰高原の駐車場に車を止めました。太陽がしっかり昇ってないとせっかくの紅葉が綺麗に見えないので、登山にしてはちょっと遅めのスタートです。駐車場近くにあるお手洗いに寄ります。浅間山は2023年3月より噴火警戒レベルが2なので、浅間山自体に登ることはできません。その隣にある前掛山も規制区域に入っているため登山することはできません。今日はその周りにある山々、仙人岳、蛇骨岳、黒布山など、いわゆる外輪山縦走コースを楽しみたいと思います。途中にちょっとした岩場もあるし、予期せぬ噴火もあるかもしれないしということで、使うかどうかわからないけど、一応ヘルメットをザックに入れてます。まずは東美の頭を目指します。表コースで登って中コースで降りてくる予定です。太陽に照らされた葉っぱがキラキラしててとても綺麗です。視界の開けたところで軽く休憩を挟んでどんどん登っていきます。このコースの最初の絶景ポイントはここ槍ヶ谷です。思わずおーって声が出ました。浅間山周辺のカラマツが一気に紅葉して太陽の光を浴びる様子は通称浅間ゴールドって呼ばれてるんですが、まさにその名にふさわしくキラッキラの絶景でした。もうすでに結構満足なんですが、まだまだ序盤なので先に進みます。足元岩がゴロゴロしてる箇所もありますが、それほど危険な場所はありませんでした。次の絶景ポイントは東美の頭です。前掛山と今日これから歩く外輪山が綺麗に見えます。今下に人が見えてるんですが、ここを歩いて一旦標高をぐっと下げます。その後外輪山を歩きます。車坂峠の登山口から東美の頭までのコースタイムは100分ですが、ほぼコースタイム通りで到着しました。快晴の週末ということでたくさんの方がいました。東美の頭からは登山道をうねうね降りていきます。滑りやすい箇所がいくつかあったので歩幅を小さく歩くようにしました。右からガスが湧いてきてこの後の天気が心配です。今降りてきた方面を見上げるとこんな景色です。ガスの勢いがすごいです。前方に見える分岐を本来なら左に進むんですが、お手洗いを借りるために右折して火山館を目指します。分岐から火山館まではわずか5分くらいです。今度は先ほどの分岐を火山館とは反対方向、西の河原分岐の方に進みます。黄色の葉っぱが目立ちますが、赤い葉っぱもあります。西の河原分岐から前掛山までの登山道は規制区域に入っているので、ここから先には進めません。残念ですが、噴火警戒レベルが下がったらぜひ登ってみたいなと思います。西の河原分岐を過ぎたあたりからカラマツイエローが本気を出してきます。遠く山の斜面を埋めるカラマツも綺麗だし、すぐ近く風でヒラヒラしてるカラマツも見逃せません。こんなカラフルな登山道があるのかというくらい綺麗で、同じところを何度も行ったり来たりしました。前掛山からのこれから歩く外輪山です。黄金エリアを抜けると上りゾーンに突入します。さっきからずっと見えているのが前掛山で、奥にちらっと見えてきたのが浅間山です。
この部分は登りが続くので辛いかなと思ってたんですが、振り返るとこの景色なんで全然辛くなくって、他でなかなか見ることのないゴールドの海みたいな景色にずっと見とれてました。登り切ったところを右手に進むと、ノコギリ岳の看板があります。さっきの J バンドの看板から歩いてすぐの場所です。この日は土快晴で空気も澄んでいて、遠くには八ヶ岳や北アルプスまで見渡せました。この後は外輪山を回ります。火山ならではのダイナミックな地形にカラフルな紅葉が対照的に生えて、この時期のこのエリアならではの景観がとても印象に残りました。この辺からめっちゃ綺麗。稜線ここ歩いて、一旦この稜線に出てしまえばアップダウンは少ないし、危険箇所も少ないし、負担の少ないルートだと思います。前掛山とさっき歩いたゴールデンゾーンをひたすらにいろんな角度からめでるという贅沢ルートです。ただ動画でどのくらい伝わってるかわかんないんですが、太陽が傾くにつれてカラマツのキラキラ感はどうしても減ってしまいます。光り輝く朝間ゴールドを見たい方は、ぜひ太陽の高いうちに外輪山からの景色を満喫してください。気候の話をするんですが、10月中旬ともなると早朝夕方はだいぶ寒かったです。日中は長袖シャツ1枚で歩けましたが、朝晩はフリースを着てちょうどいいくらいでした。また、稜線では風が結構強かったので、さらにウィンドブレーカーも着てました。東美の頭に戻ってきたら周回ルートはおしまいです。中コースは樹林帯で眺望は全然ないですが、もう十分満喫したので、最後は中コースを選んでサクサクっと下山します。この日は休憩時間を除いて全部で7時間半歩きました。紅葉時期のお気に入りの山が一つ増えました。